こんにちは、坂井一文字光秀 YouTube チャンネルへようこそ。こんなタイプの包丁は見たことありますか？うちでは主に玉研ぎと言います。他の言い方ではピットとかディンプル型とかサーモン型とか言います。40年前にサーモンナイフを参考にうちの店長が職人さんにお願いをして G ラインの包丁にディンプルをつけたのが始まりだと僕は聞いております。この玉研ぎ加工をしていると食材の貼り付けがすごくしづらい、圧力が分散して切り進みがいいといったメリットがあります。では実際どれぐらい玉研ぎであると使い心地が違うのか、実際に食材を切って試してみましょう。今回用意したのは牛刀のディンプルありとディンプルなし、筋引きのディンプルありの包丁となしの包丁をご用意してみました。きゅうりと大根を切り比べていこうと思います。でまず半月切りなんですけど、ディンプルなしの方から切っていきます。すごい刃にひっつくっていうか印象があります。枚数がすごく多いですね、ひっついてる枚数が。それでは次に玉研ぎディンプルありの方を使ってみます。すごくひっつきづらいといった刃の入りがすごくいいですね。スムーズに入ってくれます。ディンプルありだと削られてない部分しか当たらないので切りやすさに影響してきてるのかなと思います。このなしのやつだと食材の水分でしっかり張り付いてしまう場合があるんですけど、ディンプルありだとこの場合でもすぐにスルッと軽く取れるっていうのがいい点です。次にきゅうりでやってみましょう。まずはない方、こちらから試してみます。すごく刃にひっつく印象ですね。こんな感じで真空状態になっていて、食材と包丁の接地面がすごく剥がしづらいという印象ですね。ではこちらのピットありでやっていきたいと思います。これも大根と一緒ですごく剥がす時が簡単にスルッと剥がせるような印象です。次に筋引き包丁、こちらを使って生の牛肉とローストビーフを切り分けていきたいと思います。最初にディンプルなしの方を使って切り進めていきたいと思います。無難にいつも使っている感じの使いやすいと感想ですね。少しひっつくっていうような感触はありますけど、簡単に切り進んでくれるというような印象です。玉研ぎありの方を使っていきたいと思います。違いますね。結構刃の入りがすごく軽くて入りやすいですね。断面はだいたい一緒っちゃ一緒ですけど、ディンプルあることによって摩擦がすごく少なくなるので刃の入りやすさが少し違うといったところでしょうかね。では次にローストビーフ、こちらを切っていきます。ディンプルなしの方から切っていきます。薄めに切っていきたいと思います。妖精さんが来ましたね。綺麗ですね。どうですか？味はもちろんいいですけど、少しひっつくといった感触があります。いつも使ってる通りの包丁かなっていうような感じですね。玉研ぎのある包丁で試していきたいと思います。どうでしょうか？変わりますかね？違いますね。ものすごく切りやすいです。切ってる途中に剥がれてくるようなイメージ。切り進みがすごく軽くていいです。動画で見て分かるぐらいめちゃくちゃ切りやすいです。断面はそうですね、ディンプルなしではちょっと段々になってる場所があるんですけど、ディンプルありではあんまり見受けられない印象ですね。ディンプルなしの方はすごく張り付いてぬめっというような切れ味、こっちだとポコポコしたような切れ味になります。筋引きはですね、やっぱり肉を切った時にやっぱり違いがすごく違ったっていうので、玉研ぎありの方がすごい使いやすいかなっていうのは思います。1万2000番とか3万番とか当てる人とかだと表面になるとどうしてもひっつきやすくなるので、ディンプルがあった方がひっつきづらくなるのかなと思います。うちのお客さんでも焼肉屋さんだったりだとか精肉屋さんだったりって方がディンプルありを好まれているのも理にかなってるなっていうような印象でした。で玉研ぎのちょっとしたデメリットなんですけど、削っているのでそこにちょっと汚れがたまりやすかったり錆びやすかったりとかしてきやすいので、ディンプルの部分まできれいにしてあげることで、その心配は極めて少なくなるのかなと思います。ディンプルのこの研ぎなんですけども、ここまで来るともう使えないのってよく
お客さんに聞かれることがあります。これはそんなことなくて、中心点に合わせてまっすぐ研げていればこのディンプルが綺麗に消えてってくれて、ディンプルなしと同じような感じで使えます。片刃風にしたりとか、どっちかに振ってしまうと真ん中でこれをバランスをとってるんで、裏のこのポコポコがすごい出てきてしまって刃がボコボコしてきます。なんで必ず片刃仕上げではなくて真ん中に重きを置いて研いでいただくと最後まで使っていただけるかなと思います。完全片刃でずっと長いこと使いたいって方だったらこのディンプルなしの方を選んでいただけるといいかなと思います。うちにあるラインナップだと FV10 と G ラインっていうのがあります。三徳包丁とペティナイフ、筋引き包丁、牛刀のその4種類にディンプルありとディンプルなしの商品がありますので、ローストビーフを作ってる方だったりとかお肉を切ってる方っていうのはぜひ見に来ていただければと思います。今回の動画をご視聴いただきありがとうございました。他にも気になることがございましたらどしどしコメントをお願いいたします。私たちは包丁屋ですので、柳刃包丁だったり出刃包丁だったりいろいろな包丁がありますので、いろいろ比べてみたいって方がいらっしゃいましたらどうぞ店頭までお越しいただけるとすごくありがたいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。